こんにちは、ライドレックスです。こんにちは、ライドレックス式初音ミクです。マスター、今日は作曲解説動画の最終回ですね。そうである。今回はミックスと出力である。一通り打ち込みで作った音源のバランスを調整するのである。了解しました。お願いします。では、早速やっていこう。この画面は、前回の動画で紹介したボカロ曲、偽りの薬の編集画面である。この右下にあるミックスというボタンをクリックすると、ミックス編集画面に切り替わる。最初にやることは、音量調節である。画面下の方にスライド式のコントローラーがたくさん並んでいる。これらを一つずつ調整する。スライダーを上下に動かして、各楽器の音の大きさを調節する。メロディーの歌声を大きくして、後ろの伴奏を控えめにしたりということですね。そうである。それを調整する前とした後を比べてみよう。目の前の絶望に心を向かけ、偽りの笑顔に気づかずに自由を求めて進むはずが鎖につながれ踊らされてる。四国ページの世の中に身をくらめて自分をなくしてくる靴たち、疑うほど忘れた人間、もっと探して嘘に気づいて、出会いの影ばかり自分の意志はどこに、怪しい奴がささやくこの目がうまくいく、真実を見じない操られる苦物、雲の上で神々が踊りながら嘆く。確かに、調整前は楽器がうるさくてボーカルが聞きにくかったりしますね。その通りである。次にやることは、エフェクトの類の挿入である。ここではボーカルと被る周波数帯の楽器の音をカットしたり、低音域をカットしたり、音圧を上げたりする。コンプレッサーとエコライザーというものを使用したので、それを見てもらう。それぞれプリセットのボタン内に、たくさんのおすすめ設定が保存されているから、初心者はその中から選ぶだけでもざっくり調整できる。マスターも DTM 初心者だから、ざっくり調整ですか？そうである。俺はおそらく、ベテランになってもざっくり調整な気がする、血液型 O 型人間である。そうなんですね。修正前と修正後を比べてみよう。目の前の絶望に心を向け、偽りの笑顔に気づかずに自由を求めて進むはずが鎖につながれ踊らされてる。四国ページの世の中に身をくらめて
雲の上で神々が踊りながら嘆く。目の前は絶望に心にかけ、偽りの笑顔に気づかずに自由を求めて進むはずが鎖につながれ踊らされてる。四国ページの世の中に身をくらめて自分をなくしてくる靴たち、疑うことを忘れた人間、もっと探して嘘に気づいて、愛の影が旅、自分の意志はどこに、怪しい奴がささやくこの目がうまくいく、真実を見失い操られる苦物、雲の上で神々が踊りながら嘆く。よくわからないですね。何か変化ありますか？パッと聞いただけでは同じに聞こえるが、よく聞くと異なるのだ。このように一つずつエフェクトをかけなくても、右側の一覧にマスタリングというフォルダがあって、その中に進めセットが多数あらかじめ用意されているから、よくわからない初心者は、これを一つずつ放り込んで聞き比べて、一番気に入ったバランスのものを選択したらよい。細かい調整とか説明してください。今回は説明はしない。俺自身、まだスタジオ1初心者であるから、教えられるほどの情報を持ち合わせていない。一番重要なエコライザーの部分だけ解説すると、このような波形が表示されていて、音をカットしたい部分を下に下げる。左側が低い音の帯域で、右側が高音領域である。逆に音を強調したい部分は上側に上げる。主にボーカルと被ってしまう音域の楽器の音を下げるのが目的だから、音を聞きながら、ボーカルと被っている他の楽器の帯域を下に下げることで、ボーカルが聞きやすくなるのである。なるほど。それだけなら難しくはなさそうですね。それだけなら難しくないかもしれないが、各楽器それぞれの音のハーモニーバランスを取るのは難しいと思う。人によって好みが違うわけだし、バランスの組み合わせは無限にあるから、完璧主義者がこの作業にはまってしまうと、何年経過しても一曲を完成させられないと思う。そういう場合は、どうしたらよいのでしょうか？そういう場合は、さっきお知らせしたマスタリングプリセットの中から好きなものを選択してしまえばよいであろう。締め切りに間に合わないよりはマシである。だから、初心者はざっくりでよいのである。完璧主義だと、死ぬまで作品を完成できずに、一曲も発表せずに人生終了になるのである。マスタリングが終わったら次は出力である。コンテストの場合は、圧縮データが軽い MP3 だったりするのだが、一般的には WAV で出力するだろう。そのデータ形式は、ここで選択する。ディストリビューターから配信する際は、ハイレゾ音源といって、高品質の音源で納品する場合があるから、その場合は 96kHz 以上でなければいけない。そこだけ注意が必要である。YouTube のような SNS サイトの場合は、投稿すると自動的に音源が圧縮されて低品質で配信されるから、ハイレゾ音源を用意する必要はない。最初から MP3 で良いであろう。以上で、この作曲作業解説シリーズは一旦完了とする。お疲れ様でした。結構急ぎ足の印象でしたが、何か理由はあるのでしょうか？次はアンリアルエンジンというゲーム開発ソフトの操作を覚えて、インディーズゲームを作りたいから、スタジオ1ばかりに時間をかけているわけにはいかないのである。そうだったんですね。ゲームの BGM とかもスタジオ1で制作されるんでしょうか？もちろんである。ゲームの BGM だけでなく、自作アニメの主題歌もスタジオ1で作る予定である。ブレンダー、スタジオ1、アンリアルエンジン、この3つを覚えたら、大抵のコンテンツは自由自在に作れるのである。それでは視聴者の皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。
マスターがマジカル未来の楽曲コンテストに応募した作品は、動画の説明欄にリンクがあります。ご興味がある方はご覧になってくださいね。マスター、今日は逃がしませんよ。